アジア人の愛情表現は act of service。 ご飯がでかい。アジアはマジでご飯、あんた痩せなさいとか。これヨーロッパでは絶対タブーなんですよ。マジ猫のさ女王様とすごいよね。トクシックガールフレンドボーイフレンドみたいなところで、ケビンお前はゲイなのか。Kevin been sleepy Japanese. Kevin been sleepy Japanese. Kevin been sleepy, been sleepy, been. こんばんは。ケビン・ビン・スリーピー・ジャパニーズ始まります。日本生まれ日本育ちノルウェーハーフのケビン・ビンがみんなが寝るまで日本語を話します。はい。今日はですね1時間話したいと思います。取り留めもなく話します。ぜひ聞いて勉強しましょう。そして寝ましょう。まずはね、今日髪切ったんですよ。いや髪が伸びすぎてね、もう前髪が、口に入れられるまで、口に入るまで伸びまして、まあ鬱陶しい、嫌でしたから、はい、髪を切ることにしました。前回はね、クロアチア人の気の強い方に切ってもらったんですが、その切ってもらった時に3ヶ月後に予約したんですね。はい。でもその予約をブチってしまってちょっとマジごめん。忘れてました。日本から帰った直後、すぐ後に、お客様ってね、SNS で来て、SNS か、で来て、大丈夫ですかって言われて、いや、すいません、ちょっと今日はって言って、じゃあまたリスケジュールしましょうって言ったんですけど、ちょっとね、もうきつい。クロアチア人の人、すごいいい人なんだけど、なんかすごいね、気の強い方で、ノルウェー人のなんかそういうしっかりものを言わないね、黒か白か、日本人も近いけどね、最初はすごい良かったです、髪好きですって言って、後でレビューで嫌なこと書く人とかいるみたいなんですね。はい。なんかそれをすごくね、もう嫌だ嫌いだって言ってて、ちょっと怖くなってね、もしそれでブチった俺がね、一回予定を忘れた僕が言ったらどういうね、仕打ちを受けるのかと考えちゃうね、考えちゃう方なんで、他のところ探そうと思って、思ったけどさ、今ノルウェーの散髪屋、美容院というけどね、美容院マジみんな高くてさ、1000クローネは絶対するんだよね。800から安くても800で、正直日本人よりは腕が落ちるというかね、信用できないところもあるから、日本人よりスタンダードが低いからちょっと怖くいし、1000クローネって今日本円で言うと1万4000円なんですね。日本で1万4000円だったらもうひげを全部剃ってくれて、カラーの髪を染めてくれて、パーマをしてくれて、マッサージをしてくれて、あとはなんだろうね、もういろんなトリートメントが入って1万4000円ならわかるけど高いと思って、安いね、特に移民の方とか外国人の方がやってるところは安いので、前に行ったことがあるパキスタン人のところに行って髪を切りました。うん、移民のところはね、結構その髪を切るのは上手なんだけど、その美容院の清潔感ってわかりますか？綺麗さ整ってないんだよな、あんまりね。整ってない。ちょっと乱れてる。髪の毛もそこら中に落ちてるし、
もうそこら辺でね、そこら中でいろんな国の言葉があって、まあ荒いんだけど、でもそこはもう腕は確かっていう。まあ、普段パキスタン人の方にやってもらってるんだけど、その奥さんかなの女性、すごい可愛らしい女性で、髪を切ってもらったね。で普通はこうやって座ってやるんだけど、その方身長がちょっと低くて、低いからすいません、椅子をもっと低く座ってくださいって、すんごいこうやってね、リクライニングチェアみたいな、自分でリクライニングチェアをして髪を切ってもらいましたね。はい、そんなノルウェーの、散髪店ということで、今日はですね、1ヶ月半ぶりに筋トレに行きましたね。はい、僕なんか筋トレと体の相性が悪くて、筋トレをすると背中とかさ、座ったりすると皆さんもさ、仕事とかでだるいなって思うじゃない。そのだるさのなんか10倍ぐらいだるいぐらいの感じになるんですね。で、悪い時は1日動けない時もあるくらいで、だからちょっと休んで体の調子を見ていましたね。そしたらすごく元気になったんだけど、普段働いてるフードコートのすっごいね、可愛らしい優しいタイ人のお母さんがね、僕の顔を見てね、君ちょっと顔がちょっとね、ちょっとね、大きくふっくらしたね、と言われて。アジア人だな、アジアってよくあるんですよね。お母さんとか、親戚の方がちょっとあんた太ったわね、とかね。あんた痩せなさいとか。これヨーロッパでは絶対タブーなんですよ。まあ、タブーじゃないけど、あんまり体のことを言わない。うん。そう。で、その人本当に超可愛らしくて超いい人なんだけど、言われちゃって、いや、ちょっとさすがにやるかって思って、ね、筋トレを再開して、まあほんと少しずつ、あの、普段俺2時間とか筋トレしてたし、6種目、6個の違うトレーニングをしていたんですが、今日は4個、まあ、やっちゃったね、4個。4個で1時間弱で抑えて、で、背中をトレーニングしたらもう本当に持たないから、背中以外のところをトレーニングしましたね。はい。楽しかったね、やっぱね。久々だと楽しいわ。楽しいし、こんなにお腹すくんだって思いましたね。まあ、皆さん運動する人とかスポーツする人はわかると思うんだけど、普段の生活、まあオフィスワークとか、まあちょっとね、レストランのホールとかしてるくらいだと、ほんと体が動いてないからお腹空かないというか、ちっちゃいご飯と、まあおかずで、大体ね、みんなそうじゃない、大体十分なんだけど、今、まあサーモンのカルパッチョと、ガーリックブレッド、でっかいやつ2つ食べたんですけど、ちょっとまだお腹空いてるね。マジこの感じ懐かしいし、いいな。このわんぱくな自分が帰ってきた。わんぱくな自分。そう。太ったんだけどさ、実際あんまり食べてなくて、1日2食とか3食ぐらいでお腹いっぱいになるし、1食も小さいんですけど、トレーニングしてた時は、もうめちゃめちゃもう食べて、ご飯もなんかこのでっかいお皿にもう山盛りぐらい食べてたから、そう、その自分が帰ってきました。嬉しいです。嬉しいのかわかんないけど。ですね。うん。昨日までね、実はですね、友達のお家でキャットシッターをしていました。うん。まあ、僕はね、もう正真正銘の犬派、あ、ごめん、猫派だ、ごめん、猫派なんですよ。猫が大好きで、小さい時から猫を飼っていたんですけど、ノルウェーでは猫がいないので、飼っていないので、たまにね、友達の家でキャットシッタ
をしてあげるんですが、今回はノルウェーの中でちょっとね、景色がいいね、東側のすごい綺麗なところの丘の上にある家で、キャットシッターをしてきました。まあ、キャットシッターするたびにね、思うんだけど、まあ、猫ってあんまり手がかからない。うん。犬みたいに散歩をしないし、自分で一人で遊んでるだけなんで、ご飯をあげるだけでいいから、それ以外はもう、なんていうの、Airbnb みたいな感覚ですね。うん。ちょっと休暇、ちっちゃい休みみたいな感覚で4日間、週末ね、その猫のキャットシッターをしながら通いました。まあその子ね、子猫だからでも、まあ結構活発、もう元気なんだけどさ、マジ猫のさ、あの、女王様度すごいよね。女王様だよね。まあさっきご飯あげるだけと言ったけど、遊んであげることもちょっとしたんですね。まあ、小さいネズミの人形をこうやって動かしてパーって投げるんですね。そしたら犬みたいにこうやって急いでそこに行くんですよ。やっぱりその、本能ですよね。猫の本能がネズミとか動いてるものを追いかける。ライオンとかと同じでさ。そう。で追いかけていくんだけど、なんかね、ついて、そのネズミのとこついたらすぐになんか本能がスーって終わるんですね。はい。もうどうでもいいみたいな。で、僕の方に持ってくる、ネズミのぬいぐるみを持ってくるんじゃなくて、ずっとそこで、おい、ケビン来いよ。また投げろよ。みたいな。投げてこいよ。って、ね。投げさせるっていうね。うん。で、その触ろうとしても全然触らせてくれないし、はい。今回はちょっとね、僕力不足で、ちょっとね、なかなかね、心をね、開いてくれなかったですね。でも猫ってさ、突然なんか、っていうタイミングでさ、近くに来て座ってきたりさ、ももの上に座ってきたりとかさ、優しくしてくれたりするじゃないですか。うん。それがすごいさ、トクシックガールフレンド、ボーイフレンドみたいな、だよねっていうのを職場で話しててで、ツンデレと日本語で言うけどさ、普段は全然優しくしてくれない。なんかすんごい冷たい。むしろね。冷たいんだけど、ちょっと自分が弱ってる時とかに、突然ふってきて、ね、頬をこうやってね、体をスースーしてくれる。もうそれだけで自分はもう、はあ、ありがとうってなっちゃうっていう。そう、最近フランス人とスペイン人の生徒さんがいまして、その方にもね、本当に初心者、日本語全く初心者で、ひらがなを教えてたんだよね。でさ、ひらがなの犬ってさ、ぬの最後がさ、こうやって丸くなるじゃん。うん。だからこれはぬですって。目は、まあ目のパッチリ目の形してるから目です。で、猫の根も最後さ、こうやってくるーんってなるじゃん。で、なんか横から見たら猫みたいなね、形をしてるから、まあ、覚えてくださいっていう話をして、で、彼らに、まあ、猫派か犬派かっていうふうに聞いたら、まあ、断然犬派だと言ってましたけど、なんとなくわかるよね。犬派の人と猫派の人の違いって。なんか猫派の人は、どっちかっていうと、まあ、パーティー行こうぜとか、どんどんもう私のことを話しちゃうよっていう人よりも、どっちかっていうと、なんか、まあ、シャイで、基本的にはあんまりパーティー行ったりとかしないタイプ。うん。で、あんまりなんかミステリアスなタイプが多いよね。自分のことをもう全部言っちゃうっていうわけじゃなくて、少しずつ心を開くタイプ。まあ、さっきの猫ちゃんと同じで、
すぐには俺は触らせてくれない、触れない。ね、そういうタイプが多いかな。で、犬派の人、犬好きの人はもう最初からなんか、イエーイみたいな、元気何やってんのみたいな。やってるみたいな。そう。最近4人ぐらい、犬派かなと思った人が犬派だったので、全部正解だったから。そう。どうですか？僕を見てどっち派ってわかる？まあ言ったけどさ。だろうなーって思った。でも、その僕自身の人間性、人として人間性はめちゃめちゃゴールデンレトリバーなんですね。はい。犬です。犬です。それもみんなめっちゃわかるって言ってくれたんですけど、まあ結構僕は、皆さんに結構、まあオープンにね、最初からもう初対面から、いやー、人生どうしようか悩んでてさ、みたいな、なんかすごい深い話をしてしまって、で、終わった、まあ、次の日に、俺なんであんなこと言ったんだろう、みたいな。はい。すごいなんか、誰とでも仲良くしたい。まあ、ニコニコしちゃうタイプですね。うん。そう。なんで、僕自身はめちゃめちゃ犬なんですけど、多分、猫が好きな犬なんですよね。うん。自分が一緒にいるの、会うの人はやっぱシャイとか、あんまりもうオープンしすぎる人は怖いんで、怖えんだ。はい。そうそうそう。犬派猫派論争ね。あるよね。うん。そう。猫は大好きですね。でも最近日本に帰った時にもう驚いたのが、猫ビジネスの大きさがすごい。ね。まあ、彼女のお土産を買うために、猫のね、お皿とか猫のその箸置き、お箸を置くための石の大きさの小さいね、かわいい、えものがあるんですけど、箸置きを買う時も猫の柄があったりとか、猫のセンスがあったりとか、T シャツはもちろんあるし、で、最近なんてモフモフだっけな、その猫のキャラクターが新しくできてて、ちょっとなんだろう、調べてみようかな。猫のキャラクター、猫のキャラクター、ハローキティとかもね、あるよね。キキとかね。ジブリのキキとかね。そう。あ、これ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 。あ、モフさん、モフさん、モフさんというキャラクターができてて、それに僕の彼女がもうね、心を奪われて、もう恋に落ちまして、モフさんキーホルダーとモフさんのガチャガチャのカプセルに入ったおもちゃ、モフさんのおもちゃと、あとクッションとかね、買いましたね。うん、猫産業がすごい。うん、やっぱ日本人はやっぱその、人との距離を取るのが苦手だったりとか、自分一人でいる時が幸せ。その時にエネルギーをもらえる人が多いから、猫好きが多いと思います。うん。猫グッズはびっくりしましたね。うん。猫グッズの多さがびっくりした。そう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 。はい。ですね。ね。で、猫の話と変わるんだけどさ、今日本でさ、ちょっと難しいテーマになるんだけど、日本で選挙、うん、選挙が今行われていますね。今選挙です。うん。お、これも1時間の醍醐味ですね。このマイクが僕に襲ってくるっていうね。うん。はい。で、選挙で今一番大きな選挙があって、まあ参院選挙といって、日本の国会、まあ大事なことを決める場所、国会の中で2つの、場所があるんですね。衆議院と参議院。うん。で、この参議院の中で誰が、どんな政治家がね、この参議院に行ってもいいですよ、のグループのメンバーですよっていうのを決める。
選ぶ選挙ですね。だから今もうテレビとか YouTube いろんなところで、その政治のディスカッションとかが行われていますね。でその中で今すごく大きなテーマになってるのが、本当皆さんもそうだと思います。日本に住んでない人もそうだと思うけど、物価、物価、お金のね、物のお金、物の値段いくらですかってのがもうどんどん上がってます。ノルウェーも本当にもう本当どうにかして困ってますが、日本の問題はもう物価がどんどん上がってるんだけど、給料、皆さんが会社で頑張って働いてもらうお金が増えていません。で、失われた30年っていう言葉があるんですよ。失われた30年。Lost 30 years。があるんですけど、日本では30年、給料の水準、スタンダードあまり上がってないんですね。30年、経済の成長っていうんだけど、economic growth ね。economic growth。あまり経済が成長してませんという大きな問題があります。だから、消費税ってまたね難しいんだけど、その税金を下げようと皆さん言ってる人がいるけど、今の一番のね、今のリーダーの人はいやいやいや、そこは下げない。ね。下げないでお金を皆さんにあげると。政府ね、国がお金を2万円とか3万円どうぞどうぞってあげるっていう話をしてますね。でも他の政党、他のポリティカルパーティーね、政党の人たちは、いやいやいや、そんなことしても今だけでしょって。これから5年間、10年間日本が、GDP がアップするために税金、消費税金を下げないとみんなが物を買いませんよってね。で成長しませんって話ですね。で、あともう一つは、これ皆さんね、日本語を勉強してる外国人の皆さんに大きい問題なんだけど、外国人の受け入れですね。外国人の受け入れをどうしますかという問題が今すごく大きいです。日本人はもともと単一民族と言いますが、日本人だけ、日本語を喋って日本人で日本で生まれて日本人の人、がとても多い国です。でも最近外国人の観光客とか外国人の、労働者って言いますけど仕事をする人、がとても増えてます。でその中で外国人の中の一部のね、少しの人が、犯罪をしてしまったりとか、日本文化とはちょっと違うこと、例えば、アパートの玄関でバーベキューをしたりとか、する。ちょっと日本の文化、日本のルールじゃないこと、ルールを守らない人が、いるので、それに怒ってる日本人の人がいますね。あとは、不法労働者っていうことで、ね、今日は難しい言葉たくさんあるんですが、聞き流そう。ビザとかね、を待ってる間に、本当は、住んじゃいけないんだけど、待ってる間2年間住んでる人がいます。そういう人は、どうするの？日本人の税金、スカット、ノルウェー語だ。タックス、日本人の税金で払うんですか？どうするんですか？厳しくするんですかっていう、そういう問題が今すごく出てますね。
昔は僕もね、ノルウェーでもあるんですよ。そういうグループが、そういう政党がね。移民は良くないと。移民は犯罪が多いから、なるべく厳しくしましょうと。僕はおかしいと思ってましたね。外国人、悪い人だけじゃないです。うん。だから、その外国人だからっていう理由だけでダメだっていうのはおかしいよねと思っていましたけど、そうね、今日本でどんどん外国人が増える中で、ある程度ね、例えば本当に住んでいい人じゃない人、住んじゃいけない人は、どうするんですかって、日本にいてもいいのはちょっとおかしいよねと思うようになりましたね。うん、そう。とかね。あとはなんか観光客のさ、物を買う値段をね、上げようという話もありますね。うん。日本語では日本人の値段を書いて、外国語、英語ではちょっと高い値段を書いて、そうすることで日本人が物を買いやすくしようっていう動きもあります。うん。そうね。いろんな動きがあります。そうですね。ここもバランスが難しいですよね。うん。どっちにしようっていう話じゃないと思いますね。外国人はもう嫌いだとかね。外国人、英語を話しちゃいけないとか、そういうのは絶対おかしいと思うから。うん。そういうことじゃない。けど、今はもうどんどん外国人来てください。どうぞどうぞお願いしますって言ってたのが、どっちかっていうと、えあるルールを作ってね、うん、基準を作って来てもらうのはすごくいいのかなと思ってますね。はい。はい、政治の話、終わり。もう政治は重いですね。でも興味はとてもあります。うん。そう。ノルウェーの政治も今勉強ちょっとしてるんだけど、うん。ちょっと全然またテーマが違うし、移民の問題っていうのは絶対あるんだけど、そう、難しいけど面白いとは思いますね。うん。そう。はい。何のでしょうかな。じゃあ、僕のおかんがね、最近LINE でね、送ってくれた、メールがあるんですが、ジミー・オー・ヤングっていうコメディアンの人のスタンドアップコメディ、はい、を送ってくれました。はい、めちゃめちゃ面白くて、うんうんうん。なんか、いろんなアジア系アメリカ人の方なのかな。だから、両方の文化がわかるから、いろいろ、比べてて、そう、面白かったですね。はい。例えばなんか、彼女、西洋人の彼女によく言われるのが、なんか、あなたのラブラングエージは何みたいな。愛情表現何をするのみたいな言われて、俺なんかそんなの知らないみたいな。ちっちゃい頃もお母さんにお尻をひっぱたかれて生きてきたっつってね。この野郎って言われて生きてきたから、ラブラングエージなんてわからないみたいな話してて。うん。で、そこですごく共感したのが、アジア人の愛情表現は act of service、行動で表現する愛ですね。うん。西洋人は口で I love you とかね、You're so precious みたいなことを言いますが、日本のお母さんはそれを言いませんね。言いませんってわけじゃないけど、あの、そこは少ないかな。僕のお母さんも、なんか愛してるよとかね、日本語で言ったことはないと思います。うん。ないし、あと、ハグをするっていうこともない。多分人生で、高校ぐらいから、ね、ちっちゃい時はあったけど、高校生になってからはもう、5回とかくらいしかしてない。うん。はい。でも、僕のお母さんはとっても僕を愛してるというのがわかるですね。わかります。なぜかというと、毎日高校の時、中学の時、お弁当を作ってくれて、そ
ご飯がでかい。アジアはマジでご飯。うん。ご飯を作ってあげる。うん。僕のサッカーの試合があった時は、朝早く起きて、洗濯をした、ユニフォームを準備して、で、お弁当を作ってくれる。うん。これが一番の愛情表現ですね。うん。そう。だからそれがね、面白いなと思いましたね。うん。面白いし、多分、これを分かってないと、恋愛、国際恋愛とか難しいと思いますね。うん。でも逆にいいと思うのは、海外に行ってから僕はラブラングエージを言うようになりましたね。うん。やっぱ言わないとわからないこともあると思うんですね。うん。なんか普段こういうこと感謝してるとか、ね、すごい可愛いと思ってるとかね、可愛いと思ってる。うん。ね、なんでもいいんだけど、そう。だから両方大事だとは思うんだけど、そう。アジア人あるよね。あとなんか、がっかりした時、なんか残念、ああって時に、日本人、なんかそれアジア人で違うらしくて、なんか中国人はなんかって手でこうやってパーンってやるんだって。で、韓国人はもうめちゃめちゃ荒いんだって。もう、逃げた方がいいって言ってね。なんかもう、みたいな、すごい。で、日本人は、っていう、っていう、そう言うね。うん、そういう感じで言いますね。はい。ノルウェー人はですね、うふって言いますね。うふ。はい。うふとかね。はい。っていう感じで言いますね。うん。面白い。海外、それぞれの国によって違いますね。がっかりした時。そう。怒ってる時もそんな感じだよね。怒ってる時は、って感じかな。みたいな。はあ、みたいな。うん。別れよっていうアピールしますね。うん。この前ゆうゆうさんのポッドキャストでもあったけど、なんか直接ふざけんなよって言うんじゃなくて、別にとか、何も興味ありませんみたいな、別にみたいな態度で、話し方とかちょっと小さい言葉で怒ってますよっていうアピールをすることが多いですね、日本人は。うん。あまり口で言わない。うん。アクトオブサービスだよね、やっぱね。行動だよね。うん。そう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 。はい。そういえばね、藤井風ね、コンサート行けなかったんですよね。僕がこのポッドキャストで、藤井風のコンサートに、藤井風のことが大好きですという話をしたら、デンマークで夏にコンサートがありますというふうに言ってくれて、ああ、じゃあ行きたいと思っていたんですが、ちょっとね、予約を忘れてしまって、7月、6月に見たら、もう、なんていうの、その1日のチケットじゃなくて、そのフェスティバル全部のチケットしか空いてなくて、で、それがもう3万円くらいで、プラスデンマークまで行って、泊まる場所もないから、お金を払うって考えたら、7万、8万するなと。俺はコンサートに7万、8万使ったことはないと。うん。だからちょっとそこまでやることではないと思って、うん、諦めました。千載一遇のチャンスだったんだけどね。そう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 。しょうがない。でも、藤井風大好きなんで、そう、YouTube でね、デンマークで演奏したコンサートの動画をね、少しずつ見てます。少しずつ見て。うん。そうそう。見てますね。最近の新曲がね、めちゃめちゃ、ぶっ飛んでる衣装を着ていたんですね。犬のこういう、犬みたい、うさぎかな。犬だね。ハチ公って曲なんで、そう。犬の、
格好をしてたんだけど、デンマークでは全然T シャツで普通に演奏してましたね。はい。聞いたことない人は彼が僕の一番好きなアーティストなんで、ぜひ聞いてください。日本人の、人なんですけどね。まあ英語もペラペラで独特な雰囲気のある方ですね。はい。ぜひ聞いてほしいです。本当に日本人とは考えられないような、本当にジャズィーな声だけど、日本の方言、日本の熊本県、ごめん、岡山だ、岡山県の、方言で歌ってるっていうのがすっごい面白い。最高のアーティストですね。彼は。はい。です。アーティストね。うん。アーティストで言うと最近、授業とかで話した方々が、日本での R&B とか、あとカントリーがすごく日本では、日本の音楽ではいいんだよって言ってくれてびっくりしましたね。うん。あんまり日本の R&B って聞かないから、そう。いろんなジャンルがありますね、日本の音楽。意外と。そう。びっくりします。R&B ね。俺一番好きですね。R&B とジャズが好きかな。うん。まずそこ彼女と全く違うんだよね。彼女はね、クラブミュージックとか、なんだっけ、ショーン・ポールとか言うだっけ。ラップが好きなんですね。ラップとかなんか、ちょっとなんかノリノリの、うん、コンサートでも踊るために行くみたいな。僕は、聞くために行くんですよね。はい。シンガーの声を聞いて、ああ、そこでビブラート使うんだとか、へえ、そういうところで、この声どうやって出してるんだろうとか、やっぱ歌をね、見てしまう。聞いてしまう。全然違いますね。でも、一つだけ好きなアーティストが、二人とも好きな共通、のアーティストがいるんですね。その人のコンサートに今月行きます。その人がエド・シーランですね。エド・シーラン。はい。エド・シーランはもう僕も歌うのも大好きだし、ギターもたくさん覚えたし、はい。逆にね、俺の方だよね。歌を聴くタイプだよね。エド・シーランは。だからなんで彼女が好きなのかわかりませんけど。そうそうそう。でも、そう、楽しみですね。はい。でさ、さっきのごめん、日本とアジアの話、日本と海外の話のところに戻るんだけど、なんか日本人ってさ、なんか、感情をあんまり出さないじゃない。あんまり自分の好きだとか、怒ってるぞとか、お前が嫌いなんだぞとかね、あんま言わない。そう。で、なんかそれは教育もあるかなと思って、感情をあんまり出さない方がいいんだよっていう風に教えられましたよね。うん。なんか理性がある。理性っていうのは、まあ、一回落ち着いて、何が正しいんですか？何が間違ってますか？これが正しいっていう風に考えるのは理性を使うとか理性。その理性で判断してくださいっていうのが日本の教育ですよね。うん。そう。だから、なんか、それは、海外に行って、まあ、こんなにみんな感情をあらわにするんだってのびっくりしますね。うん。まだ勉強中だけどね。そう。感情をあらわにする。うん。どうできますか皆さん。怒ってる時に怒ってますって言えますか？うん。なんかドラマとかさ、見てさ、いや、俺こんなに怒ったことねえわって思うもんね。うん。で、なんか、自分のせいって思うじゃない、日本人の人って。抑えて抑えて、いやいや、違う、俺は俺のせいだ。俺がなんかちゃんと前々から言ってなかったから、この人は怒ってるんだとか、そう思っちゃうところがあるよね、日本人ってね。うん。そうそうそう。めちゃめちゃね、日本人はそういう生き物だし、なんかみんなと同じにしましょうっていう風にずっとね、育ってきて。
うん。まあ高校生とかまではなんかですね、皆さんと同じで普通にしましょうと、理性を持って行動しましょうってね言われて、で会社に入るときに君は何がしたいんですかね、あなたの個性は何ですかと、あなたのユニークなところは何ですか。いやいや僕ちょっとまだそういうのわからないですってね。その個性とかユニークなところとかよりもなんか理性とかしっかり周りを見て行動しましょうと、周りに合わせましょうっていう教育がありますよね、日本人は。うん。そうそうそう。そこはね、ちょっと海外から勉強したいなと思います。うん。ね。日本人はね。まあね、ノルウェー人も苦手なんですよね、それはね。それは思います。めちゃめちゃ苦手だとは思います。けど、なんか自分の意見とか、自分はこういう、まあ政治の話もそうだし、俺はこういうところに今いるよっていうのが、日本人よりもしっかり白黒あると思います。うん。やっぱり個人主義の国だから、私はこういうところを持ってるけど、あなたはどうですかっていうのを、結構若い20歳とかの子でも、最近の僕のルームメイトの女子大生の方、女の子も、型とかじゃなんで今リスペクトした、リスペクトはいらん。リスペクトいるけど、とかも、そう、めちゃめちゃしっかりとした意見を持ってる。うん、最近チャット GPT について議論したんだけど、うん、すごい便利で、もう俺もすごい使ってるんだけど、その子たちは、その論文とかさ、まあ学生だからさ、書くものがあるけど、まあ、完全に例えばこの答えを一回書いてくださいっていうのは、自分の考える力が落ちてしまうし、うん、結局何も学べないから、私はそういう使い方はしないと。うん、自分で書いてから、例えば、まあ、方向性っていうけど、この今書いたことは、まあ、この問題と、同じ方向性ですかっていうのを聞いたりとか、まあ、誤字脱字っていうけど間違えた言葉ありませんかとか、うん、そういううまい付き合い方をしてるとか、私はこういうふうに生きるっていうのがしっかりしてる。うんね、日本人は、まあ、そういう人もちろんたくさんいるけど、特に若い人とかはまだ周りに合わせる、周りに合わせて生きてきたから、うん、少ないよね。俺はこうするんだって分かってる人が少ない。うん。ね。思いましたね。そう。はい。たくさんね、話すことありますね、意外とね。こうやって話してみると。うん。そう。でも今日はもうね、話すだけで満足。ゆうゆうさんが言ってくれたように、楽しい雰囲気を作って、あとはもう、僕の場合はいい声で、ね、いい声で話せたら、もうそれで120点ということで、はい、今日は進めていっていますが、うん。もう一つすごい最近考えてるのが LGBTQ のことですね。うん。まあ僕自身そこに入らないんだけど、ノルウェーではもう本当に LGBTQ の文化がとっても広まっていますね。大きいですね。うん。最近プライドパレードかな、うん、といってパレードがあって、オスロの街中で、いろんな色とりどりの、ね、いろんな色の、服を着た人たちが、自分たちの権利をね主張するとか、自分たちを知ってもらうためにパレードしていましたね。うん、実際僕のルームメイトも2人とも常にレインボーの、バンドを腕につけていますね。うん、僕のアパートにもずっとそのレインボーの旗が、はい、キッチンに飾ってありますが、うん、とにかくノルウェーはすごいそういう考え方がありますね。確かね、結婚もできますね。そういう LGBTQ の、例えばゲイの人とかも結婚ができる。うん。そう。だからすごい進んでいますよね。
先進国と言ってもいいと思いますが、日本はそこに関してはちょっとね、遅いかなと思います。まあ遅い早いもう難しいんですがね、そう。例えば LGBTQ、例えば今ゲイの人でも簡単にカミングアウトしたりとかできる、ノルウェーではね、そういう世界になってるのは、そこはいいと思うんだけど、スポーツとかで、女性の競技にトランスジェンダーのもともと男性だった女性が出るとね、すぐに勝ってしまうっていう問題がありますよね。あとは、トイレだよね。そう。まあ女子トイレに自分のことが男性じゃなくて女性だと思ってる人がみんな入ってきちゃうとちょっと怖いよねとか、問題あるよな、ちょっと怖いな、それは俺嫌だと思う。嫌だと思う。俺が女の子のトイレ行ってさ、いや私女の子だからって言われてもさ、怖いよね。怖いよね。はい。でも日本はちょっと遅れてるけど進んでると思うんだけど、そう。まだそのさ、テレビとかでさ、色物キャラって言いますけど、日本人ってすごいカテゴライズに分けるのが好きで、ゲイの人はゲイの、役割、ね、役割を、頑張ってしてくださいっていうのがテレビの世界。例えばテレビの中のゲイの人は、そのテレビの番組の男の人みんな好きで、なんかチューしてみたいな、ね、でみんな明るくて、結構ちょっと毒舌でね、面白いタイプの人が多いっていうのがゲイの人ってイメージ。ゲイだけじゃなくて僕みたいなハーフの人もテレビに出ると、ハーフあるある、ハーフの話をしてくださいって言って話す人が多いですよね。ハーフなのに英語のテスト3点でしたとかね。そう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 僕もそうなんですけど、ハーフなのに英語めちゃめちゃ下手でしたね。そういう話とかさ、そうだから、まだ日本人の人の結構多くの人はゲイなの、じゃあなんかすごい明るいんだねみたいなとか、なんか私の話聞いてくれますかみたいな、女性の人がね、ゲイバーに行って話すイメージがあるんだけど、そうそうそう。なんかまだ色物というか、一個の面白い人たちっていうキャラクターになってるところはありますよね。そう。ノルウェーは本当にそこら中にいるので、そう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 。服装とかも結構、すごいドラッグクイーンの服装してる人が歩いてたりとか、そうそうそう、男性の見た目だけどワンピース着てね、おしゃれに歩いてる人がいたりとか、そうするね。そこは日本にはないかなと思いますね。まだね。そうそうそう。これからどうなるか面白いですね。例えばトイレはトランスジェンダーのトイレができますか、できるのですかとかね。スポーツはどうなりますかとかね。LGBTQ の話で言うと、ね、と、直樹くんですね。僕の仲のいい友達。ね。僕たち二人とも女性が大好きで、ストレートなんですけど、はい。そうですね。お父さんに一回ね、二人ゲイだよねって思われたことがありまして、なんだろう、なぜかわかんないんだけど、仲良かったんですけど、一度だけね、なんか、めんどくさいから、もう、僕の実家に来た時に、もうシャワーしようぜって、一緒にしようぜって、シャワー一緒にしたんですね。で、そう、別に何も思わず、過ごしていたんですけど、お父さんがある時にね、すっごいね、
ストレスが溜まってて、もう黙れみんなっつってね、俺は疲れてるんだっつってね、話し始めて、でその中突然ね、ところで警備、お前はゲイなのかって言われましてね。え意味がわからなかったですね。意味がわからないってね。そしたら僕のお母さんが、ケビン、私たちはどんなあなたでも、愛してるわよって言われて、いや、本当に、何、いや別にゲイはいいです。ゲイなことはいい。でも全然違うからってね、もう言葉が出なかったですね。そう。まあ、僕の彼女、その前もいたし、その時も実はいたんだけど、あんまりまあ日本の家庭なのかな。あんまり彼氏、彼女できたよとか、特に男の子は言わないんだよね。うん。だから結婚する時に初めて知るとか、そういうパターンが多いから、そう、日本人は秘密主義なんで、うん。そこね、面白かったなと思いますね。はい。マジで。はい。ね。まあそう、でも LGBTQ はノルウェーでは本当にもう当たり前の世の中ですね。うん。まあ、本当にLGBTQ だけじゃなくて、どんな立場でも、どんなジェンダーでも、どんなね、見た目でも、まあ自分の好きなことが言えるし、好きなように話せるっていうのが日本、まあノルウェーのいいとこだね。うん。でも日本も自由なところは多いけど、うん。そうそう。やっぱ見た目で人を判断しちゃうところもあるから、そう。そこはノルウェーいいなと思いますね。うん。なんか日本の悪口ばっか言ってない？大丈夫？なんかちょっとね、日本が悪いみたいに言ってるかもしれませんが、もう日本大好きなんで、もう帰りたくなってるんで今。うん。もう家に帰っちゃYouTube で日本のね、番組を見て、日本の YouTuber の動画を見てるんで、はい。そこは間違えないでください。日本も最高の国なんで、そう。うん。ね。そこは覚えとけ。はい。まあ、今後ね、こうやって1時間だらだら話す。まあなんかテーマ決めると、なんかゆうゆさんにも相談したんですけど、なんか不自然な日本語になっちゃうかなと思うし、まあそうじゃないと思うんだけど、なんか面白いこと言おうとか思っちゃうから、それよりは1時間、ほんと身近な自分の周りのこととかを話していくのが一番いいかなと思ってます。そうなので、これからやっていくんで、もしそれでもうそれがいいよと、1時間でやろうよこれからもっていう人はコメントとかライクで教えてください。うん。そう。両方やりたいと思う。でも10分とかでテーマを決めて話すのと、こうやって1時間もうだらーっと話す。両方やっていきたいとは思ってますから、はい。ぜひそこは、コメントで教えてください。はい。はい。じゃあ今日はこれで終わりたいと思うぜ。みんなありがとうな。はい。それでは、いい眠りを、皆さん、おやすみ。